家の壁紙に合計8箇所、キム・ボトンのお金、キム・ボトンが買った家と落書きをした男、ナルシストである私の夫、ナルです。こんにちは、普通の人です。前回のまだこすっていない宝くじ編で2017年7月から2022年2月までの5年間、すべての家計を支えてきた私に返ってきたのは、あなたが今まで稼いだから別居後も継続的に生活費を支払いなさいという婚姻費用の法律について少しお話ししました。これは夫婦が別居時に収入の多い配偶者が少ない配偶者に生活費を支給する法律です。婚姻費用は養育費とは別物であり、子供の有無に関わらず、経済力の低い側を扶養するためのものです。例えば、子育てで働けない妻に対して、浮気をして家庭を放棄した夫が負担する費用であるとか、私の場合はですね、本来人を守るための法律が悪質なナルシストによって悪用される形となっています。そもそも婚姻費用の存在を知らない人が多いかもしれませんね。二人の間に子供もなく、あなたが被害者なのに、なぜあなたが生活費を加害者の相手にあげなきゃいけないのと、周りの人からよく言われます。私もあまりにも悔しいんですが、法律であるため従わざるを得ません。私が体験したスペクタクルな裁判のストーリーも順次公開しますので、もう少しお待ちください。とにかく私は5年間、一人で家計を支えてきました。不誠実な態度を取り続けるナルに対し、経済活動をしないなら真面目に絵を描いてほしいとか、お酒を飲むのはいいけど少し節約のためにほどほどにしたらとか、私なりに思う意見を結婚後1年目までは言ってました。ところが、徐々にエスカレートするナルの暴力的な反応に怖くなり、私はそれ以降、お金の話について一切意見できなくなっていきました。今日はこのようなお金にまつわるナルのエピソードをいくつか紹介したいと思います。ナルの本業は絵を描くことなので、ぶっちゃけナルが絵さえ誠実に描いてくれたら、私はそれが私たちの資産になると思っていました。結婚後の2年間で言うと、そのうち半年間ぐらいは、1日2、3時間程度は絵の作業をしていました。しかし、日本語学校に通い出してから、絵の作業は全くしなくなり、日本語学校から帰ってくると、毎回疲れたと言い、いつものごとく家事をサボり、飲酒と YouTube の視聴で、不誠実極まりない怠惰な生活をし続けました。あ、そうだ。唯一ナルにも収入源がありました。それはゲームアイテムの販売です。その金額が1000万ウォンほどまで増えたある日。俺、楽ない？ 1000 万ウォン貯まったよ。俺の韓国口座にあるから、お前の1000万ウォンと俺の1000万ウォンを円に変えてこよう。何言ってんの？こっちは毎月の給料30万円と、毎年のボーナス200万円分。全部家計に出してんのに、なんでさらにお金を出さなきゃいけないの？お前は俺たちの生活費にさらに出すのがもったいないっていうの？俺はもったいないなんて思ったことないのに。そういうんじゃなくて、じゃあいいよ、わかった。この話はなしだな。お願いだから怒らないで。実は韓国の口座にお金があんまりないの。俺がアイテムを売ったお金を持ってくるっていうのにお前がこういう風に出てきたから、俺も無理して持ってくる気がなくなった。わかったよ。全部で1000万ウォンぐらいはあると思うから。今度どっちかが韓国に行った時に円にして持ってこよう。結局私がケチつけた形にさせられ、状況がさらに悪くなりました。さっきの会話だけを見ると、私が話の腰を折ったようにも見えますよね。ところが、私の通常の稼ぎは完全にスルーで、ナルが1000万ウォンを出すのに対し、私にも同額を求められたことには、到底納得ができませんでした。価値観の違いかもしれませんが、
私が家計に2億5千万ウォンを貢献している間、ナルはたかだか1000万ウォンを出し渋った挙句、あんな不快なやりとりが起きてしまいました。再度言いますが、私たちには子供はなく、2匹の犬を育てている家庭でした。ナルはよくこう言っていました。夫婦は片方が経済活動できないときに片方を助けなければならないんだ。その通りですね。絵の構想をするのは簡単じゃない。まあでしょうね。会社は出社して座ってるだけで月給が出るじゃないか。一部合ってるかもしれませんが、会社で仕事したことがない人から言われたくないですが。早朝から出社する会社員たち、なんであんなに必死なんだろう。かわいそうだね。会社通ってる妻の前でよく言えるわ。あの人たちは絵が描けないから講師やバイトなんかしてるんだ。生計のために美術の講師やバイトをしている人を完全見下してる。そういうあんた、自分はどうなんですか？朝10時半に起きて、ベッドの整頓ぐらいはしてくれて、YouTube 見て、ご飯食べて、YouTube 見て、ビール飲んで、夕方に私が会社から帰るのを待って、飲みに行こうって言って、居酒屋でビールを飲むのが、ナルの日課でした。ナルがあまりにも怠惰な日々を過ごしていたので、絵を描かないなら日本語の勉強も兼ねてバイトでもしたらどう？週に2日ぐらい、1日4時間でも。あんたお酒が好きだからバーとかでも。でも俺がバイトを始めちゃったらそっちが楽しくなって、絵は全く描かなくなりそうじゃない？俺にもう絵を描かなくていいっていうの？じゃあ描かねえ。違うよ、そういうんじゃなくて。じゃあ少し節約でもしない？お酒を少し減らすとか。何？お金は足りないの？カードの明細書見してみ。俺が単独で使ったのはほぼないけどね。ほとんどお前が使うか、一緒に使ったんじゃない？酒代で結構いってるよ。俺そんな飲んでないし、3缶でせいぜい600円だよ。ちゃんと計算してみよう。明細書持ってきて。外で一度飲むと6000円は軽くいくし、毎日のように居酒屋行くと結構大きいんだよね。明細書日本語になってんのに全部韓国語に翻訳しなきゃいけないの。翌日出社しなければいけないのに、また気がめいる言い合いが始まりました。結局、この日私は1年分のカード明細書をいちいち全部韓国語に翻訳することになっちゃいました。なるはねちっこさで徹底的に私を疲れさせ、二度とお金の話をしたくなくなるように仕向けてきました。前回、なるにお金の話をするとどうなるのか、実際の写真を公開すると言いましたよね。今、公開します。2018年、私がさっきのようなお金の話をした結果、起きたことです。なるは壁合計8箇所に大きく私の名前、キム・ボトンが買った家、キム・ボトンのお金という文字を油性マジックで家中の壁という壁すべてに落書きしました。グラフィティのタガだったこともあるなるなので、ちょっとはおしゃれに書いてくれたらまだインテリアでもなったんですが、とにかくこの時のショックはめちゃくちゃなもんでした。引っ越ししたてで借りたばかりのお家の綺麗な壁紙に油性のマジックでですよ。皆さんはこんなことされたのに私が5年間も我慢して一緒に暮らしたって信じられますか？他にももっとひどいことたくさんされましたが、簡単には抜け出せない状況でした。日々の仕事、家事、なるのお世話に追われ、疲れ切っていた私には抵抗する力は残っていませんでした。この瞬間さえ過ぎ去ってくれれば、またしばらくは楽になれるかも、こんな思考だけが頭の中に漂ってました。このようにまるでターゲットを調教することすらも、実はナルシストの戦略だとしたら、考えるだけでも怖すぎますよね。人間はみんな自分の常識の中で他人の感情を読み取ろうとするもんです。私の気分がこうだから相手も同じようにこう思うんだとか、自分がありがたく思うことに対して他人も同じように感じるだろうとか。一言で言うと、これが共感ってもんですよね。ところが、世の中に普通の人のように見えて悪い人が存在しています。その人にはどんな特徴があって、どんな行動をするのか、自分に投影せずに
冷静に見極めなければならない人がいます。中でもナルシストは特に手強いやつです。自分を愛する次元を通り越して、最も近い家族や恋人、友人に危害を加える、サイコパス以上に狡猾で怖い連中です。普通の人を装って近づき、あまりにも大きな情緒的な被害を与えますから、ナルシストは決して変わらないです。また、それを期待してはいけません。私がこのチャンネルを立ち上げた一番の目的は、視聴者の方々が今後の人生で周りの人間をしっかり見て判断し、くれぐれも被害を受けないようになってもらいたいためです。一方、この動画がなる本人に伝わり、彼との関係で早く決着をつけたいという個人的な目的もあります。それにはこのチャンネルの拡散が力になります。皆様の助けが必要です。次回はなるに関わる別のエピソードでお会いしましょう。今少しだけチラ見せします。普通の人々の中に普通とは異なる悪い人々が普通の人々のように暮らしています。登録といいね、通知設定よろしくお願いします。